特に扉閉めなくてもはまります。はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。本日は引っ越しの予定ではあったんですけども、準備中にですね、アルゲンタビス君のレベル150マックスですね、を、見つけてしまったので、急遽そのテームを行おうかと思います。こちらに見えていますのが、余った建材で作ったトラップです。一応ですね、簡単に低コストトラップの情報を昔見たことがあって、うろ覚えでそっからちょっと改造して作りました。作り方合ってるかどうかわかんないんですけど、自分なりの作り方をしてみました。で、プラス、確か動画はなんか扉を閉めてロックするみたいな感じだったと思うんですけど、めんどくさいので返しを作りました。多分これでうまくはまるはず。とりあえず、使ってみますね。うまくいったらまたちょっと解説するかもしれません。で、この辺りに、この辺だったっけな。ちょっと向こうか。だと思う。あれかな？レールおいくつ？お、来た !150。行こう。スタミナはいけるかな。ちょっと緑っぽい感じですね。皮袋の中身がなくなってますが、さっき水飲んだんでなんとかなると思います。いい感じのタイミングで引っ張れてる。通常プテラの方がスピードが速いので、引き離しちゃうんですけど、なんかいい感じのタイミングで、あのプテラ邪魔だなぁ。あっちにタゲ行くとめんどくさいな。よし、はまった。うまいこと言った。で、通常はこれ扉閉めてになると思うんですけど、特に扉閉めなくてもはまります。一応基本的にこっち側から撃てば逃げられないはず。あ、プテラ邪魔。変なとこにタゲが行きましたね。アルゲン150なら多分大丈夫なんですけど、あんまり続けて打つよりはちょっと間隔を空けて打った方がコストダウンにはなります。麻酔矢の場合は徐々に気絶値が上がっていくので、間隔を空けつつ打ってあげた方がいい。最初の方はですね、作るの大変なんで。血が出てきたの。気にはしないと思うんだけど。何かと戦った後とかだったら痛いな。逃げるのも、だいたい上方向に逃げるんで、
下から入って上に逃げる感じのトラップをすれば、あとは死なない、死なないかどうかだけが心配だった。スタミナが1080。重量600か。ちょっと微妙。でもスタミナが多いな。ヒットポイントもちょっと多い。スタミナ個体でしたね。昏睡長いんで、アルゲンの場合は、あとは羊肉を放り込むだけでゲームできます。じゃあ、ちょっと羊肉取ってきます。はい、戻ってきました。ということで、なっちゃうので。ちなみに検索なんですけど、今ローカルなんで、日本語入力で移し替えできてますけど、公式だと、使えないので、文持つからいけるな。終わった。後でね。一回壊さないとだか。いるかな。出た。一旦まず帰りますね。はい。では、簡単に今回作ったですね、トラップの解説だけしておこうかと思います。一応今回作ったのは、もう2セット持ってきたので、そんなに地形気にせずに作れると思います。わかりやすく平らなところで。で、ここに柵土台ですね、置いて、で、アルゲンが向こうから来るとしたら、奥側に柱。で、次に、両開きの扉。これ多分普通の扉でもいけると思うんですけど、を2つ置きます。で、次に、天井をそこにつけて、で、この状態で、柵ですね。で実は、天井上からのサポートで、柵つくんで、こっちにもつけるんで一緒なんですけどね。で、塞ぎます。で、三角屋根つけて、で、両開きの扉を2つ、こっちにつけますね。特に向きとかは大丈夫だと思うんですけど、いろいろテストしたわけではないので、向きとかもしかするとあるかもしれないです。これで同じやつですね。ができてるはず。で、こっから誘い込んで、普通の扉だったらひょっとしたら入れないかもな。両扉ならとりあえず入れるっぽいです。で、入って、プテラはここから多分抜けれるんで、で、ここからも一応下向きに飛べば抜けれました。で、入れば、アルゲンは抜けれずに、そのまま。で、一応入れてるんで、もちろんこっからだと抜けれてしまうんで、こっち側から打ってあげると、そんなには抜けないと思います。ただ、100% ではもちろんないと思うので、抜ける場合も出てくるかもしれません。で、一応、本来だと、反対側
内側開きに、開くように扉をつけてもらうと、こっちからだと思う。確か、無理か。無理だな。回収しとこう。もったいないんで。で、こちらから扉つけてもらって、内側開きに開くようにつけてもらったら、ロックできる状態になるはずです。そっちの方が、まあ確実ではあると思います。扉と閉めないといけないんですけどね。で、その時注意しないといけないのが、この両開きの扉を設置するときに、ちゃんと内側に開くように設置をしていただく必要が出てくるので、そこだけご注意いただければと思います。これは別に向きいらないと思うんですけど、あとは、ここの角度台のところを壊せば、一気に壊れるんで、片付けも楽です。まあ、一個ずつ壊した方が、直接壊したやつ以外は、帰ってこないんで、初期に関しては、どっち取るかですけど、資材を倹約したいんであれば、一個ずつ壊した方がいいです。ただ、多分低コストなんで、まあ、壊した方が早いです。後で自分で採取した方が多分早いと思います。で、コスト的必要な建材数がこちら。で、それを作る資材数が合計でこちらの、トラップになってます。一応理念としては、まあ海外の、トラップ動画ですね、を、理念に、してたんですが、まあ昔見たやつなんで、ちょっと URL とかはわからないんで、まあなんとなくうろ覚えで、こういう方向性というのと、自分の知識を組み合わせて作ったトラップになってます。で、一応元々のやつが合ってるかどうかはちょっと自信ないんで、他にも多分トラップ動画ですね、出してる人とかいると思うんで、基本のやつはそっちを、参照していただければと思います。国内でも多分出してる人いると思うので、ちょっと見てないんでわかんないんですけど、まあ自分作ったのはさっきの通りでございます。扉閉めるのがめんどくさいので、そのままはまるやつを作りました。近寄らないといけないですね。あんまり、低コストというよりは、恐竜扉でまとめて、捕獲する場合の方が多かったりするんで、またトラップに関しては、詳しくは別途番外編でお送りしている、建築シリーズの方で、ご紹介できればなと思っております。はい。ではですね、本日はアルゲンタビス君のテイムとなりました。で、アルゲン君が、仲間になったので、ちょっと建築をですね、石でする予定ではあったんですけども、もしかすると、鉄を集めて、鉄で作るかもしれません。ちょっと建築をするにあたって、次期間空くかもしれないんですけども、よろしくお願いいたします。では、本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。